Hey guys! Welcome to おかみず酒 ABC 3代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。今日はいつもお世話になっている酒屋さんにやってきました。実際にお店の中を見ながら日本ではどのようにお酒が売られているのか、またどのような種類のアルコールがあるのか、実際にお店の中を見ながら説明していきましょう。 Let's get started! Here we go!こちらの酒店さんの社長さんです。いつもお世話になっております。ではこちらの方はお客様が皆さんよくご存知の商品なんですけれども、希少性があるということで手間どもでは一番見えるところに置いております。銘柄はどういう銘柄ですか？これは新潟県の久保田という銘柄なんですけれども、ブランドの中にいろんなカテゴリーがあって、これで価格とか味わいすべて違っています。こちらの方は山口県の海外でも有名な獺祭というやつですね。2割3分 100% の玄米を、2割3分 23% まで磨いたお酒です。残りの 77% っていうのがぬかになって、心拍だけで本当に作ったっていうお酒になります。日本酒は磨いてこう残りのお米もまた無駄にしてないんですよね。そうです、はい。これが純米大吟醸で、日本酒では一番上のランクのものですよね。そうですね、純米大吟醸と言われます。だからお値段もやはりそれなりにするというか。はい。であとこちらの方がウイスキーだったりワインだったり、こう海外でも有名なものがいっぱい売られている。はい。こちらのコーナーは焼酎ですね。そうです。原料というのは何で作られているんですか？ここは芋です。お芋、はい、さつま芋ですね。そうです。こちらが麦焼酎になります。原材料が麦です。こちらがじゃあ、そうですね。ここは小さめのサイズなんですけども、お米です。お米で作られた焼酎。そうです。で下の段が黒糖焼酎ですね。黒糖サトウキビから作った焼酎です。で焼酎といっても、先ほどは芋で作られたもの、麦で作られたものがありましたけど、他にもお米で作られたり黒糖で作られたりっていう、こちらの方は泡盛。はい。泡盛というのは大体何県で作られるんですか？沖縄ですね。度数というのは焼酎とはまた違いますか？そうですね。焼酎というのは大体20度からそれ以上なんですけれども、青森の場合は30度以上の場合が多いですね。日本酒というののアルコール度数というのは大体一般的には15、6度。やはりじゃあ日本酒、焼酎、泡盛というのが大体度数の違いぐらいでこう分かれている。そうですね。あとはじゃあ原材料が違うということですね。それとあと飲み方ですね。日本酒の場合はそのまま飲みますけれども、焼酎の場合は、お湯で割ったりとか、ロックで飲んだりとかという飲み方になります。泡盛はどのように飲むのが一番おすすめですか？やっぱり沖縄の方に伺うと、ロックが多いそうです。ロックで飲む泡盛、またお湯で割ったりロックで飲んだりする焼酎、そのまんま飲む日本酒というのがちょっと違いかもしれません。やはりこのパッと見た目ではこう泡盛だ焼酎だっていうのがわからないですけれども、例えばこれは泡盛という字なんですけれど、やっぱり漢字に慣れてない方だと、なかなかちょっと分別は難しいかもしれないです。その時はアルコール度数を見ていただければ。アルコール度数。であとはお店の方に聞いていただければ。やはり一番確実なのはお店の方に聞くのが一番ですね。こちらの方がやはり純米大吟醸で、こうなんか特別感があるお酒たちですね。そうですね。それぞれ作ったところで寝かせてある商品であったりとか、もう蔵元が本当の自信ある商品、非常にお値段高いですけども、
でもこれはもう絶対自信持って売れるからっていう商品を置いています。純米大吟醸というのはやっぱりお米を削ってどのくらい残ってるかですか。 50% 以上ですね。 50% 以上で、この中でこうちょっとこう値段のすごいようなものがありますが、はいはい、見せていただいても大丈夫ですか。はい、これは久保田のまんじゅうという商品の、年に1回だけ出る商品なんですけども、無ろ過、要するにろ過をしていない生の原酒です。原酒というのは、加水、水を加えていないという意味なんですけれども、これの場合はですね、純米大吟醸ですので 50% の精米になってます。で、年に1度という、そういう希少性もありまして、飲んでみたことありますか。残念ながら飲んでないです。本数が、非常に足りないので飲めないっていう。はい、これが久保田のまんじゅう。そうなんです。新潟県のお酒です。はい、そうなんです。もうあと2本になってます。あと2本です。はい、じゃあそうすると今度こちらの方もう少しお米が残っているこう日本酒たちですね。そうですね。50% から 60% ぐらいのお酒ですね。こちらの方は何か特徴的には、町田酒造さん、非常に分かりやすく説明している蔵元でありまして、色で酒米を識別している商品がこの町田酒造のこの色違いがそれなんですね。はいはい、グリーン、ブルー、ピンク色、ブラック、これはお米宮前式500万石大町山田錦というわけでこう色で分けてます。で作っている杜氏さんは女性の方です。女性杜氏さんが作ってるんですよ。町田酒造。そうなんです。これ何県の？これは群馬県なんですね。群馬県。はい。これ直組といってコースでこう瓶詰め機に持ってくるんじゃなくて、言い方としては簡単な言い方すればもうそのまま組んでしまってる。組みに行ったっていうような直組という。そうするとやっぱりそこタンクから直組したことによってやっぱ美味しさがそのまんま。そうです。お酒もストレスを感じますので、コース長くやって絞ってから瓶にあるのですごく時間がかかるとやっぱストレスかかります。これはもうそのまんまですので。スパークリングと書いてあるんですが、これは日本酒でスパークリングなんですか？そうです。獺祭さんの場合はですね、シャンパンと同じ瓶内二次発酵というやり方をやってまして、ガスの中に閉じ込める。瓶の中に閉じ込める。そうです。ガスを注入するわけではないです。そもそもの液体から発生するガスを入れて入ってます。はい、日本酒由来の発酵スパークリング。はい、そうです。季節で彫りといって濁りの部分が少し残ってちょっとうっすらとぼやけた感じになりますけども、少しこう濁った感じで、これを織りと言いますけども、それを絡めてますという。これは季節ものなんですか？そうです。季節はというのは大体いつ頃の季節？春頃から夏にかけて春から夏にかけて召し上がっていただけるように作ってます。やはり日本の季節っていうのはこういいですね。そうですよね。もう季節に合わせて作ってますので。これ3年熟成の商品なんですけども、非常に甘口なんですけども、ぐっと酸がこう効いているのと非常に穏やかな味です。3年熟成というのはこう珍しいですね。そうですね。3年間低温でもって、蔵の考えの中で熟成されたと。これ非常に特別な酒です。今日はいろいろの説明していただきましてありがとうございます。また出演してくださるとありがたいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして日本でお酒を買われる時、日本酒を売っているところの方に聞くのが一番ベストかなと思います。この動画を見て日本酒を美味しそうだな、楽しそうだな、面白そうだなと思っていただけたら大変光栄です。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。Please subscribe to my channel. See you next time. Bye!